あ、動かしちゃっていいよ。何で外れちゃったって？お、糸ようじ。いつ直したやつものですかそれ？かなり前？かなり前か。かなり前。おお、そんな感じ。5年以上前ぐらい。今まで外れたことはなし。痛みありますか？なし。あ、これ神経ね、処置してあるから染みたりはしないもんね。了解。了解。さて、そしたらちょっと見てみようかな。よし、ちょっと見てみよう。大丈夫よ。痛いことしないからね。さてだ、ほう。了解。ちょっとごめんね。あちこち器具が当たるよ。そうだね。引っ張るね。ここ唇ね。結構頑張ってくれてるね、この歯は。了解。そしたら楽にしよう。はい、開いてみよう。接着剤がね、でつけるんだけど、かぶせ物って、その接着剤をまずね、剥がしてからだな。で、付け直そうかなと思ってます。はい。では、まずはこのままの状態で戻るかどうか。ごめんね、押すからね。痛くない？ゆっくり噛んでみて。高さこれはどういう感じ？ちょっと高い OK。 そしたらね、ここでガーゼを入れるから、これでゆっくり噛んでみて。グー、しっかり痛くなければ大丈夫そう。 OK。 開いてみよう。でだ、噛んでみて。これ高いって感じてる？大丈夫だった？はい、カチンしのギリで、次はカチンそのまま。はい、開いてみよう。楽にしましょう。 OK、サンキュー。はい、開いてみよう。噛み合わせはそんなに悪くないね。もうだってずいぶん前につけて外れたりしてないんだもんね。ただこれ直で待てよ、直で見るよ。そっち行くわ。ごめん、そのまま愛して。ごめんね。よいしょ。さて、じゃあね、 OK、 楽にしよう。こっちか。いいよごめん。よし、じゃあお口開いてみよう。はい、引っ張るよ。これが噛み合わせてる状態で OK。 そしたらこっちそっち行くわ。そのままでだ。ちょっと触るね。ここに見えるよね、ステップが。この辺かな？この辺。 OK、 了解。はい、楽にしよう。今度は外側。今噛み合わせこれ大丈夫な状態でしょね。はい、開いてみましょう。今度は歯茎のあたりちょっと触るからごめんね。OK、 楽にしよう。よし、じゃあ起こします。まずね、これ外れたものなのね。接着剤でつけるから、そうだね、接着剤でつけるから外れたりするとね、接着剤がここに残ってたりするのね。こっちにはないんだ。で、ここでだ。さっきねちょっと取ったのね、お口の中。そうだね、これさっき取ったところだね。この辺でいこうか。これがね、外した状態で一回どっかでストップしてみて。なんとなくこの辺白いじゃないですか。これが接着剤。ここちょっと頑張ってるね。黒いよね。全体接着剤がね、少し厚めかな。理想としては15から20ミクロンぐらいが一番いいんだけど、ちょっと厚めかな。で、外れる時っていうのは理由があって、そうね、中が虫歯になっちゃってる。そうすると、そこのところから接着剤がこう流れ出てって話になるんですね。で、接着剤は一応くっついてはいる。だから中が虫歯になったから、この接着剤がなくなったっていう感じじゃないみたい。はい。で、次行きましょう。ちょっと厚いかな、接着剤の層としては。で、これがあと噛み締めとか歯ぎしり食いしばりがきつい方っていうのは外れちゃうんだけど、でもね、ずっとしばらく使ってて外れてないところを見るのと、ここで一回ストップしてみよう。これがね、カチカチギリギリした時の跡をつけてるのね。カチッと噛んだ時がこの赤、ギリギリってした時は青がちょっとついてるけども、あんまりこの当たりは強くない。この青い点があるとかぶせ物って外れちゃう、奥歯は。でも前の先生綺麗に作ってくださってるから、噛み合わせが設定が悪いってことはないみたい。OK、次行こう。でだそうだね、8倍で1回ザーッといって、強絶速で写してるでしょ。いいよ、これでいくか。で、これだ、ここだな。そうだな、これ多分ね、ベロで触っても気づかれてたんじゃないかな。段差があると思う。そうだよね、ちょっとね、ここから慢性的な虫歯、さっき黒かったじゃないですか。茶色い虫歯だとぐちゃぐちゃになっちゃうんだけど、一生懸命歯ブラシできてたりすると、ああいう黒い虫歯になっちゃうんだよね。これほっぺた側から取ってるんですけど、ここのところもちょっと段差があるね。でも一生懸命磨いてらっしゃるから、っていう感じかな。これがまあね、ギリギリやるから、前はここに歯があったのかもしれない。でもギリギリやるから、ネックの部分のここにあった歯がちょっとポロポロってなくなったのかもしれないし、でもね、噛み合わせはすごく綺麗に設定してるし、一生懸命磨いてたから虫歯もすごく進行してはいない。現状はこんな状態ですね。で、戻すことはできそうなんで、一旦僕は戻そうかなとは思うけれども、一旦戻しておこうかな。どう思います？後々はやった方がいい。緊急度はちょっと低いんだけど、重要性は高いよね、この歯は。手前にね、インプラントがいるじゃないですか。インプラントもとてもいいんだけども、よく使う歯なんでね、これはきちっと直してあげたいなとは思うけれども、今回は反対側の治療がね、メインでいらっしゃってるんで、まずは今日きれいにきちっと戻しておこうかな。そうだね、今日はしっかり戻しておいて、また外れたらまたねで、こっちの反対側をしっかり治療していってから、後々にまた
があったら考えましょうか。状況としてはそんな感じなんで、やっていただきたいことは今日戻すけれども、フロスを入れて上下はやめといてください。おそらくこういうことをしちゃってる気がするから、でしょ。入れたら横に抜いて、Y 字の歯間ブラシだとちょっとそれができないけど、自分に指で巻いていけばいけると思うんで、それでやりましょうか。わかりました。 OK、 じゃあ戻しましょう。はい、はい、じゃあ倒しますよ。このチャンネルは当院へお越しの患者様のご協力で成り立っています。マイクロスコープを活用して診療風景、治療の様子を動画記録。治療後には患者様へのご説明に使用することで透明度の高い歯科治療が実現できています。またその情報を臨床研修医の先生方、後進の歯科医師の先生方への指導、お困りの方々への情報発信の手段として使用させていただけることで、大変多くの方々にこのチャンネルをご覧いただき、最寄りのそして近隣の歯科医院へ受診するきっかけとなっているようです。これもこのチャンネルの趣旨にご同意いただいた患者様あってこそ、本当にありがとうございます。このチャンネルで配信している治療内容は何も特別なものではありません。ぜひこの動画をきっかけに最寄りのそして近隣の歯科医院へご相談いただき、しっかりとした治療に臨まれてください。皆さんの歯が健康になること、これがこのチャンネルの願いです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。フロスは歯と歯の間の詰まりを取るだけです。横にゴシゴシするものではありません。40センチほどのフロスを中指に巻きつけ固定します。人差し指と親指を使って歯と歯の間に挿入します。挿入した後はゴシゴシ上下することなく、片方の中指の固定を外して横に引き抜きましょう。入らないのは挿入方向が違う、詰め物かぶせ物がきつすぎる、または合っていない。入るけれども切れてしまう場合は、虫歯、詰め物かぶせ物が合っていない可能性があるでしょう。歯医者さんに相談しましょう。